した乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。好きになってくれなきゃいたずらしちゃうぜ。いいねそれね。いいですね。いたずらされたいよね。さあ、本日の企画お願いします。ハロウィンなりきり女王決定戦。ちょっとその前にですね、皆様にちょっとお詫びさせていただきたいことがございまして、椅子。すいません。井上立ってもらっていい？これ映してもらうと分かるんですけど、初期のですね、ずっと座ってるとケツ痛くなってくるパイプ椅子、これになっちゃってるんですよ。あれだって勝ち取ったんじゃなかったっけ椅子。そうなんですよ。これですね、感動の終わり、イスランド。手違いでなんと手違いで海外から違う商品が到着。本日の収録に間に合わない事態に。ないってことになって、こっから1ヶ月ぐらいはそれなんですよ。申し訳ございません。ということで本日はメンバーがなりたかった憧れの職業に着替えて勢ぞろい。ここからは気になるコスプレのメンバーにだけ話を聞いていきます。ウェディングプランナーになりたかった。なんかぽいな。憧れますね。ドラマとかでもそういう役やりそうだ。そう思うそう思う。はい、刑事です。刑事？イメージスペック。スペックなんだ。マジでそう。スペックだ。そう言われたらそうだわ。あ、そうか。俺危ないでかな浅野温子さんはなんか。浅野温子さん特別だから。そうかスペックね。来ましたよ。はい、パイロットです。パイロット憧れてたんだ。はい。かっこいいね。かっけえ。あれこれなんか見たことあるの？コンビニ店員です。だよね。なんかちょっと地方のなんか。そうそうそう。あんまり店舗数ないタイプ。地方の知らないコンビニね。面白い。ちょっと待って、なんなん次ね。何？はい、トマト農家です。トマト現代だ。トマト好きだからね。トマト。地味ハロウィンみたいですね。さあ行きましょう。あれなんだろう。あれか。保育園の先生。やっぱそうわかるわわかるわ。なんだろうわかるよね。すげえわかる。保育園だ。わかるわかる。次ですよね。まず誰かもわかんないからね今。これも水曜日のダウンタウンでおっかない人が入ってくるやつ。本当だ。これはまず誰なんだろうね。あ、撮ってくれ。撮ってくれ。あ、松尾です。松尾か。ちょっと待って、これ何なんですか。マスコットキャラクターになりたくて。うさぎ本になりたいとかいうのじゃなくて、これ子供の時言う人いる。あ、なるほどなるほど。この後は撮ってくるの、それともずっと被ってくるの。あ、ちょっと暑いので。これ結構今日長時間の収録になるからやばいよそれ。これもなんかちょっと変なんだ。なんか可愛いけどね、ヨダもね。はい、ヤギです。意味がわかんない。いやいや、そういうのありだ。なりたいものになれるって聞いたので。さんこれ今回職業限定じゃないのね。いやいや、なりたいものだから別にいいんですよ。いいのね。ヤギも働いてるんですよ、ちゃんと。あ、そっか。あ、そっか。仕事があるので。嘘だろ、ゆみき。はい、保健の先生です。保健の先生って、あ、いいね。最高です。でもさ、最高。よかったゆみきが保健の先生じゃなくて。でもガチで保健の先生目指して勉強してたんですけど、本当にもう周りに頭が追いついてないぞ追いついてないぞって言われてやめました。いや、それは周りが冷静でよかったよ。そうだね、よかったね。頭追いついてないぞっていう。これは完全に。あ、最高。キャビンアテンダントです。ああ、いい感じだ。ぽいな。ぽいぽいぽいし、もう本当まんまいてもおかしくない。いてほしい。なりきりクイーンということで今夜はそれぞれの職業になりきって演技力で対決してもらいます。まずはなりきり暴走告白。それぞれの職業に合った理想の告白シチュエーションをメンバー自ら考えて演じてもらいます。まずは図書館司書遠藤が考えた告白とは。いきましょう。妄想告白よーいスタート。私が働く図書館にいつも本を借りに来るちょっと気になる人。本の好みも似てるからカウンターでするちょっとした会話が私の密かな楽しみ。彼は私の気持ち気づいてるのかな。いつもありがとうございます。お預かりしますね。
私もこれ読んだことあります。面白いですよね。今日は1冊しか借りていかないんですか？いつもたくさん借りて帰るから珍しいなと思って。ぐいぐい喋ってきます。よかったら私のおすすめがあるんですけど、これなんですけど。気づかないで私。わかりやすいですよ。本当は気づいてほしいんですよ。言った。また2週間後。ありがとうございました。そう曲もあるんだこれ。僕の。いいです。本がもう告白になってるという。本が好きだし、何かこう本で思いを伝えられたらいいなって考えた時にこんな感じ。まあ遠藤らしいですよね。このなんか恥ずかしい感じもありながらね。セットどんなのかなと思ったけど、すごいもうあの世みたいなセットでしたね。なんかもう。続いてシェフ井上理想の妄想告白は。よーいスタート。自分のお店を立ち上げてオーナーシェフとして腕を振るっている私。今日は気になる彼を閉店後に呼んでとびっきりの料理を振る舞う予定。気になる彼。今日はわざわざ来てくれてありがとうございます。私の最高傑作ができたのでぜひ食べてみてください。やばい。よいしょ。やばい。いやいや、わかりやすいな。わかりやすいな。食べ終わったら返事ください。グリーン。ストレートだな。あんなことされたらどう告白したらいいかわからなくて、最近オムライス作ったので。なるほどね。シェフにしたら髪の毛出しすぎですけどね。すいません、以後気をつけます。ウェディングプランナー梅沢の理想の告白とは。よーいスターウェディングプランナーの仕事を始めて5年。まだ自分の結婚にはたどり着けていない私。なるほど。お待ちしておりました。担当する梅沢です。よろしくお願いします。なんか曲がりました目の前に現れたのは大好きだったけど結婚のタイミングが合わずに別れてしまった元彼。まさか彼の担当することになるとは。すみません、お手洗いってどちらですか？あちらになります。いやこれドラマだな。ダメだよ。元彼と二人っきりになった。久しぶり。うわ。元気だった？いつぶり？3年ぶり？びっくりした。そっか。うまくいってるんだね。よかった。私？私もこの3年いい出会いもめちゃくちゃあったし幸せだよ。でもなかなか結婚に踏み込めないんだよね。いや一緒にさあの頃式場選んだりしてたじゃん。そこまで言ってたの？それ幸せでなかなか超えれなくて。あと私多分どっかで待っちゃってたんだと思う。すげえ言うな。でも大丈夫。今日2人見てなんか吹っ切れそう。ありがとう。任せてね。めちゃめちゃいい式にするから。結婚おめでとう。幸せになってね。あれ？ありがとう。いやいや。どういうことですか梅これは。いやなんかあの時言えなかった告白的な設定にしようかなと思って。この後奪い取るっていうそういう。いやじゃなくて。でもこれドラマだったら絶対この後式をボロボロにしてやっぱ売って略奪していかないとさ。そこら辺は妄想していただいて。こっちがね。はい。向こうもドキッとするよね。自分の結婚式任せらんないよね。続いてはチャイナ服が着たかった菅原の中華料理店告白。はい行きましょう。よーいスタート。お世話になった憧れの先輩は今日がバイトの最終日。私は先輩の帰る時間に合わせて休憩を入れていた。最後にどうしても伝えたいことがあるから。先輩。よかった。まだ帰ってなかった。カーディガン着てる。なるほど。今までたくさんお世話になりました。
私がバイトでミスしてもたくさんフォローしてくれて、いつも先輩の妹みたいだねって言われてたけど、これからは妹じゃなくて先輩の彼女にしてくれませんか？結構ストレートでもまっすぐ乃木坂だ。なるほど、言っちゃうよすぐね。そうですね、やっぱストレートに伝えるのが一番なのだっで。ていなくなっちゃうんだもんね、先輩ね。そうなんです。もう今回は本当15秒 CM 並みの速さですもうすぐ言っちゃいますから。バイト内での恋愛ありますよね。なるほど。でそうするとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね、仲いいバイト仲間がねありましたそういうのね。あるんですね。続いて池田が考えたメイドさん告白とは。よーいスター住み込みのメイドとして働き始めて住み込みなんだね。1ヶ月。ト1ヶ月ね。同い年のご主人様はとても優しくて、ご主人様お話ししたいけど、同い年のご主人様。ご主人様。池田さん、勤務時間外でしょ。もう休んでいいよ。いえ、すいません。今日綺麗なお花見つけたので、ご主人様喜んでくれるかな。ご主人様イメージして選んだんですよ。俺のために。ありがとう、テレサ。私の名前覚えててくださったんですか？だって俺たち同い年でしょ。俺のことも名前で呼んでいいよ。いやいやダメでしょ。でもめっちゃ喋るじゃん。ダメでしょ。みんなには内緒だよ。向こうからじゃんよ。わかりました。これからはちょっと公私混同してもいいですか？やばいご主人様だ。やばい。いやこれはもうメイドとしては失格ですよ。ここれは1ヶ月でこんなになるメイドもダメだね。れ。公私混同していいですかなんかダメですよ。いやダメです。妄想癖が爆発しちゃって。なるほどね。あそうなんだ。まあまあわかりますけど、その世界観はね。同い年のご主人様ってマジ何者なのこの方は本当に若くして。保育士筒井はどんな告白を妄想したのか。よーいスタート。私は新人保育士。憧れの仕事に就いたけど毎日残業で大変。唯一の心の支えは一緒に働き始めた同僚の彼。あよかった。彼がいるから私は今日も頑張れる。じゃあ大丈夫だ。乃木くんお疲れ様。乃木くん。筒井さん、お疲れ。筒井さん。保育士さんってさ、子供が大好きだから憧れてたけど仕事もたくさんあるし、叱る時ちゃんと叱らなきゃいけないし、でも強く言い過ぎると泣いちゃうし大変だなって。そうだよね。子供と上手に付き合うのって難しいよね。あのさ、乃木くんと上手に付き合うにはどうしたらいいかな。こんなうまいこと言う。綺麗。ありがとう。ああ、これは綺麗でしたね。流れとしてね。そうですね。なんか言うつもりはなかったんですけど、うまく付き合うのね。そう付き合うで、あってなって。まあここがあと筒井が妙に落ち着いてて新人っぽさがなかったですね。あ、そっか。もう4年5年働いてるんじゃないかぐらいの。続いてはデザイナー田村の理想のオフィスラブ。よーいスタート。明日は新作ウェディングドレスのデザイン締め切り日。ウェディング。同じくデザイナーである同期の彼と2人で残業中。これが無事に完成したら。それ会社なんだね。やったー、終わったわ。勇気のデザインのおかげですっごく可愛くなったね。勇気？俺の実はそのデザイン、眉のことを思って描いたんだ。向こうからじゃん。ね。実は私も勇気のこと思って描いてた。どういうこと？そうだったんだ。なんだ気持ち悪い2人だね。両思いだったんだな。なんなんだ。眉、改めて俺と付き合ってくれませんか。勇気が言った。勇気が。はい。じゃあ今から2
2人だけで打ち上げしよう。ちょっと待ってよ。あれ？お。もう繋がってたんだね。ここでね。いやいや、やっぱこう年齢的なのかね、上司的な立場で見ちゃうとこの会社どうしようもないよ。その目線一回外していただきたい。これ妄想なんで上司的目線いらないんですよ今。だって横にいるんでしょ、勇気が。あ、そうです。勇気が一緒に残業してくれてて、名前が気に入らないですけどね。いや、そういえばこの子は勇気が登場するんですよ。さあ、ここから違うこといきます。木村さんお願いします。いきますよ。なりきり一言選手権。今回はですね、お題の一言を幕が開いたら即興で演じるブロック。短いセリフでいかに自分のコスプレ職業になりきれるかがポイントです。早速最初のお題は、後輩のミスにブチギレして一言。うわー、面白そう。ブチギレ演技。トップバッターはファッションデザイナーの田村。あんま怒るタイプじゃないよね。どうなんだろう。ないです。あとさっき恋愛したんだなこの子って、なんかそれもちょっと思ってる。そうなの。職場で起きてることです。あの子切れるんだ今からっていう。さあ、それじゃあ後輩のミスにブチギレる一言いきましょう。田村。3、2、1、ここの色間違えるとかありえないから。いいですね。いい、なるほど。解釈がいいですね。いいですね。めちゃめちゃいいじゃんそれ。これはこの一言のこれもうお手本のような素晴らしかったです。本当ですか？お手本田村に続けるか、トマト農家小川の挑戦。小川の後輩ってもう小学生じゃない。どんだけチビなんだよ。3、2、1。昨日も言ったよね。一昨日も言わなかったっけ？水あげすぎたらダメなんだって。よかったですよ。水あげすぎちゃってんだ。わかる。昨日も言ってその前も言ってんの。2回言ったんだ。生意気なやつで。生意気っつかバーカールさん、ランチ言ってんのに水びちゃびちゃにする。さあ、それは怒っていいわ。はい。続いては伊予木。建築士のブチギレ芝居とは。3、2、1。線くらいまっすぐ引けてほしいかな。なるほど。線が曲がっちゃってんだ。そんなのありえないよね。その製図書くのにお前フリーハンドでありえないよね。面白いですね。みんなの職場にすげえポンコツがいますね。そうだね。そいつだから何回言ってもミスるから。続いてのお題はその職業の決め台詞的一言。まずはコンビニ店員林の挑戦。決め台詞ですか？何かを決めてくださいね。決め。顔出しすぎるとぶつかりますんで。はい。それでは、行きましょう。3、2、1。いつもありがとうございます。レジ袋なし、割り箸2つ、あとお湯はあちらにございますからね。だからぶつかっただからそういうことか。そういうこと。あと決め台詞いっぱい言ったな。レジのところの常店員さん連をね。覚えてるっていう。まあそうね。流れるように。これすげえ慣れすぎててちょっと腹立つ店員さんいる。前言いましたね我々。慣れてるおじさん慣れてるおじさんがもうやってして慣れすぎちゃってそう。続いては柴田がパイロット決め台詞に挑戦。機長さんですか？副機長さん。一応副操縦士。機長じゃないよ。まだちょっとすいません。副機長になりたいわけ。でもそうですね。なんか機長さんってちょっと責任重大というかちょっと。副機長の責任重大ですよ。ちょっと怖いかもしれない。服も大事。あまりそうですね。じゃあ副機長さんの決め台詞。俺よくその差が分かんないけど機長と副機長の。3、2、1。無事に着陸できますようにテイクオフ。なるほどね。いやいや怖くないですか？確かにそれ言うなよみたいな。腕大丈夫？
や一応だから毎回この初心忘れないみたいなことね。そうですね、それもそうですし、やっぱり服装重視なんで、なんかちょっと無事に帰ってこれたらいいなっていう。怖い。じゃあ怖えよ。皆さんを無事に運べたら。別に服が下手くそだと思ってないからね、あと。そうですよね、確かに。続いて弓木が保健の先生の決め台詞に挑戦。保健室の先生ね。メガネもいいよね。ぽいっすよね。このメガネいい。いいね。あれたけしさんの真似やるときにキックの顔してましたよ。キックの顔じゃないですか。違います違います。3、2、1、アクション。インフルじゃん。なんでこれは。これはなんで。なんかいつもすごい平熱を装ってサボろうとする生徒がいて、でその人になんかまたいつも36なんでしょって思ったらまさかの。お前インフルじゃんってことね。もはや。これもっと理解してみたら面白かったかもしれないですね。もう一回やりますよ。わかりました。初見だったんで。そうだね。それでは弓木のおかわり保健室の先生。1、アクション。また38インフルじゃん。うまいじゃないですか。ちょっと乗っけてきましたね。めちゃめちゃいいじゃないですか。いいじゃないですか。説明を受けたからより面白かったですね。めちゃめちゃいいですよ、弓木さん。ありがとうございます。いいですよ。ここからは再び妄想告白。着ぐるみ松尾の理想のシチュエーションは。うわー、子どういう風なんだろうね。行きましょう。松尾ですね。よーいスタート。憧れだった着ぐるみのお仕事を始めた私。今日は気になる彼がお友達と遊びに来るみたい。私がここで働いているのは知らないはずだけど、気づいてくれるかな。なるほどね。気づくわけないじゃん。これは気づけないよ、普通は。絶対気づかない。聞いてりゃ別だけど。彼が見てる。なんか何あれ。いやこれやられてもわかんないよ。やられてもだよね。わかんないよ。なんで気づいてくれないの？わかんないよ。喋っちゃった。取っちゃった。びっくりした？今日いっぱい楽しんでもらえるように頑張ってたんだよ。次は一緒に来てね。いや。かわいい。はい、オッケー。いやいや、可愛いかもしれないですけど、まず気づかないですよね。まあ文句言うのもなんですけども、あともし俺がここのね経営側の人間だったら取っちゃダメだろう。あれだけなんとかね。取っちゃいますけどね。取っちゃダメなのよ。続いては夏季。女刑事の理想の告白とは。よいスタート。私は警視庁の女刑事。警視庁なんだ。部下と一緒に人質事件の現場に到着。犯人は銃を所持しているらしい。人質事件。そしてついに上から突入の指示が。こんな時。カキさん、僕が行きます。ダメ、君にはまだ早い。私が行く。なんでですか。また先輩だけ手柄を上げるつもりですか。違う、君にはまだ未来があるから。こいつか。いつも君と仕事で言い争ってきたけど、君の仕事の姿勢も熱意もずっと尊敬してたよ。だから君ならもっとすごい刑事さんになれると思う。いや死ぬじゃんこいつ。やばい、これ死ぬ絶対。ここは危ないから。フラグじゃんもうね。私が行かせて。撃たれちゃう。でも大丈夫。私だって刑事なんだから。いやダメ。好きな人ぐらい守らせてよ。いや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 、もう死ぬ絶対。だからはるかここで待ってて。戻ったらデートしよいう。やもうちょっと待って、行くなっての。行くよ。これは撃たれた。これは撃たれた。ほら死んだ。ほら行くなよ。カキ。なんで行くんだよ。これもう今撃たれたってことだよねあれ。でも私の銃声かもしれないっていう。そうなの。でも絶対あんなこと言って言ったら死ぬじゃん。私の頭の中では撃たれて、私がいなくなって後輩の敵討ちストーリーが始まるっていう。だからやっぱ撃たれてんじゃんじゃあ。でも好きだって言った後輩もさ、何もいかねえってちょっとどうかと思うよ。絶対まず援護射撃してそれで先輩突入みたいな。現実すぎ。使えない。カキあれ使えない後輩だからダメだよ。
皆さんこんにちは。乃木坂46の奥田いろはです。私は最近栃木県に行って栃木県のお友達と餃子を一緒に作ったんですけど、栃木といえば餃子じゃないですか。だけど私栃木県民のその子より上手に餃子が包めました。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。